こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの風を見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はユンミンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあユンミンさんについて自己紹介をお願いします。はい、今、ユーミン&キューティーって名前で YouTube チャンネルを運営してまして、基本的にヴィンテージを紹介するような内容が多いんですけど、それと並行して、フルマンティークっていう名前のオンラインショップをやってます。ポップアップショップで全国今転々としてる感じで、今は東京にいるって感じですかね。はい。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 2SLDK ということで、およそ各スペース何畳ずつぐらいあるんですか？リビングが20畳ぐらいあって、在庫部屋が5、6畳ぐらいで、ベッドルームも5、6畳ぐらいで、クロークスペースというか、ウォークインクローゼットが4畳ぐらいで、ベランダが30畳ぐらいあるっていう。ベランダが30畳、はい、特殊な物件です。かなりそうですよね。はい、というわけでですね、今回いろいろ、洋服ももちろんなんですけど、結構インテリアもすごいこだわりがあるということで、そのあたり紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初はちょっとリビングスペースの方から紹介をしていただきたいなと思います。はい、こっちがアイランドキッチンになってて、ここで料理したりとか、こっちがダイニングゾーン、ご飯食べたりもするし、PC 作業とかするときは撮影とかもこっちでやったりとかで、こっちが、リビングルームですね。というわけで、じゃあまず最初テレビ台からちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はい、こちらで購入されたネットで購入してヤフオクとかでやってたのかな、確か。これが1960年代ぐらいのノルウェーで作られたものになります。これはどういったところがポイントで購入されたんですか？ここの部屋ってちょっとだけ天井が多分低いと思うんですよね。低いこういうヴィンテージのサイドボードとか探すのと結構なくて、だいたい高さがこれぐらいになるんですよね。で探して見つけたのがこれで、もともとキャスターがついてたんですけど、それ全部取り外して床に直付けで置いてって感じですかね。隣に行きたいんですけど、こちらレコードだったり、そういったところのスペースになってるんですけど、結構音楽が好きなんですか？そうですね、音楽ももうクラシックから最近のクラブミュージックとかも大好きで、中でも自分の中で一番好きだなと思えるのはヌジャベスとか、仕事から海外行ったりして、コロナ前とかは全然海外のクラブとかよく行ったんですけど、そういう時になるとやっぱあっちの人でも、お前日本人だったらなんか好きなのある自分の国でって言われたら、もうヌジャベスって言うとそうだよなみたいな、じゃあサムライチャンプルーも見てるだろうみたいな、アニメはすごい好きなんで、そういう話が盛り上がったりとか、買い付け中でもめちゃめちゃ聴いてる音楽の一つですね。いろんなジャンルのものを普段やられる？そうですね、ビル・エヴァンスとかも、あとデイブ・ブルベックとかのドストレートなジャズとかも好きですし、こういうレディオヘッドの 3LP あるのかな、確かこんな感じで中がこうなってるみたいな。可愛いですね。そうですね、普段見れないアルバムの部分というか、そういったものが僕は好きで聴いてますかね。あとはい、レコードはどれぐらいあるんですか？多分200ぐらいはあるんじゃないのかなって思います。数えたことないですね。あと1個紹介したいレコードがあって、これとかはうちの中で一番高価な1枚というか、でも高価な1枚だとこっちかこっちもあるんですけど、アビーロードの UK 初版って言われるオリジナル版ですね。1960年代当時の1枚ですね。結構皆さんご存知な1枚だと思うんですけど、有名なね、はい、ジャケットですもんね。そうですね。でお次がこちらですね。イエスっていうプログレッシブバンドになるんですかね、シンフォニックって言われるようなの中でも、このモービルフィデリティっていうところが作ってるやつで、オリジナル版とかよりかはもう音質の差はあれど音質はいいって言われてますね。これは自分の葬式に流してほしい1枚ですね。その葬式で流すような曲では全然ないんですけど入ってるのは、有名なのが1曲目のラウンドアバウトっていう曲で、それがジョジョの奇妙な冒険第1部第2部のエンディングで使われてたと。それですごいハマって、イエスっていうバンドにハマって、そこからピンク・フロイドとかキング・クリムゾンとかハマったりしましたね。だから結構自分の中で音楽のきっかけになる1枚でした。なるほどね。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっとレコードの上からはい、レコードプレイヤーだったり、ターンテーブルか、そういったところのちょっとお話もお伺いしたいんですけど、はい、このあたりのオーディオシステム、なんかこだわりはありますか？正直やっぱオーディオ詳しい人に聞くと、プレイヤーとアンプって予算がなかったら別にそこまでこだわる必要ない。ある程度流せればいいってだけで、上がデノンの DP200USB ってやつで、これ自分遊びで DJ とかやるんですけど、流してここに USB を挿すだけで音楽が取り込めるみたいな。LP 限定音源とかってクラブミュージックの昔のものとかって多いんで、そういったものを取り込んでやったりとか
でアンプがソニーの STR-DH190 っていうモデルで、これもまあ名機って呼ばれてるんですけど、でも全然高くないものですね。レコードプレイヤーもつなげられるし、テレビもつなげられるし、 DJ プレイヤーもつなげられるっていう。であと Bluetooth もつながるんですよね。だからアナログとデジタルどっちもいけるんで、これはかなり便利という意味で買って、でやっぱスピーカーが一番こだわった部分で、これがババース&ブリケンスっていうイギリスのオーディオメーカーのものですね。結構クラシックとかジャズとかに合ってるようなもので、 CM1 っていうものですね。15万ぐらいするのかな今。まあオーディオこだわりすぎるともう上がないので、さすがにこれぐらいに抑えておこうということでこんな感じにします。まあ一般的に家庭用で使われてるなんかスピーカーとかと比べてみて聞き心地みたいなの全然違いますか？すごいっすね。テレビもつないでるんで、レコードだけじゃなく、初めてこれを導入してみたのがインターステラー。うわ、インターステラーみたいな。すごいっすよこれで見るインターステラー。そうなんだ。もう宇宙空間の音みたいなそれが分かるみたいな。映画とかも僕すごい好きなんで、それにすごいふさわしいなって思って、いろいろ評価とか見て、音詳しい知り合いとかに聞いたら、これはめちゃめちゃいいみたいな言ってたんで購入しましたね。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあちょっとイギリスのお話おはい伺いしたいんですけど、これはどちらの？イギリスの1910年代から20年代に作られていたヘキシーズっていう、ちょっと読み方わかんないんですけど、フォールディングチェアっていう、こんな感じで畳めるんですよ。ディレクターズチェアってよく言われますね。この木の感じがすごい気に入ってますね。デッドストックで見つかったと思います。座り心地とかはどうですか？これめちゃくちゃ良くて、腰がすごい重心深く座れるんで、肘掛けもちょうどいい高さにあるんで、読書にめちゃくちゃふさわしいんですよね。確かに高さちょうど良さそうです。そうなんですよ。これはかなり気に入ってる椅子ですかね。で無名なんですけど、やっぱ本当にデザインとやっぱ座った時の感動、すげえいいと思って買いましたね。はい。そしたらじゃあまたお隣ちょっと聞きたいんですけど、はい。サイドテーブルの上にはい、大きな植物が置いてあると思うんですけど、この植物からちょっとお話をお伺いできればと思います。ドラセナ・アングスティフォリアっていうドラセナ属の中でも結構珍しいものらしいですね。本当にこれも一目惚れして購入したもので 3,4 万したのかな多分。結構大きくなりましたね。これどれぐらい買って育てて1年は経ったのかな。結構生育は早いと思います。葉の開き方がすごいですね。ドーム状じゃないですか。そうですね。可愛いですね。あとやっぱこんな感じで下に降りてくるのも結構可愛いなって思って、でサイドテーブルに関しては多分ヴィンテージかな、千歳烏山のニュースっていう倉庫みたいな家具屋さんがあるんですけど、そこで買うこと結構多いですね。これとかが7,000円とかで買えたりとか、もうなんかドライブの帰りとかに結構近いんで、普通に寄ってパッて見て買ってみたいなのが多くて、この感じがいいですよね。X レッグみたいな感じで相性がすごいハマってます。本当ですか？はい、嬉しいです。正直でかすぎたかなって思ったんですよね、買った時。確かに存在感は親の中に結構。そうですね。でこっちのライトに関しては、これも千歳烏山のニュースで買って、これは確か1960年代ぐらいの日本のものですね。5,000円ぐらいで買ったのかな、これも。そんなにこれもお手頃とかって書いてある。そうですね。夜とかにはい照明として使っているような。そうですね。もう夜は上の電気は使わずに間接照明だけで過ごしてますね。やっぱ全体的にこう北欧チックにしてるんで、夜は暗く生きようかなみたいな感じでやってます。そしたらじゃあうちの息子結構メインに仕上げるソファー。はい。このソファーはどちらのものでしょうか？これが1960年代のデンマークのもので、デザイナーで言うとボーエモンエンセンっていう方が作ったもので、このデイベッドって言われる形なんですけど、一番有名なのがハンス・ジェイ・ウェグナーのベッドがあって、それを狙ってたんですけど、結構持ってる人多いというか、あとリプロで作られてる形だったんで、なんか欲しいけどどうしよっかなっていう時に、たまたま銀座の、無地ホテルの中でミッドセンチュリーの家具の展示会みたいなのをやってて、そこで金沢だったかな、ナウっていう家具屋さんがこれを目玉として出されてて、別にこれが欲しいから行ったってわけじゃないんですけど、パッと見でやっばって思っちゃって。お値段45万ぐらいで買ったんですけど、でも多分その時はちょっと安かったぐらい。でもやっぱこれは良すぎるなって思って一目惚れして購入したソファーですね。これが可愛いですよね。可愛いですね。確かに親のアクセントカラーになってますね。
そうですね、これがやっぱなかったら多分パッと見て一目惚れして買うってことはなかったのかなって思うんですけど、でこれが本当は使い方としてはここにつけるんですよね。なんかレザーのバンドがこう普通ついてて、けどやっぱナウってお店の方が正直あんま使わないねってなって、だからまあ普通にベッドの脇に置いてクッションとして使えるよねっていうので置かれてて、でこのカラーもこだわってるらしくって、防衛門衛線自身で使用してたカラーらしいんですよね。そういうのもあって買っちゃうかっつって買いました。大きさ的にもなっても大人1人分ぐらいはもうしっかり横たわれるぐらいのサイズ感です。そうですね、余裕で3人で座れるとかそれぐらいのサイズ感ですね。まあこっちがオリジナルなんでね、60年代のそのウッドというか、これがやっぱめちゃくちゃいいんですよね。あとデイベッドって言われるゆえんが簡単にクッションが外せるんですよ。こんな感じで普通に寝れちゃうと。便利ですね。でも使い勝手もいいですよね。はい、弟とか泊まり来た時とかここ寝なっつって確かに寝かせてあげたりします。高すぎて怖いって言ってますけど確かにそんな40何万のベッドで寝るみたいな、そうそうないですね。そうですね。しかも今なんか相場また上がってるらしくって、今これ70万ぐらいになってますね。これは本当買ったタイミングが良かったって思いましたね。僕普通に防衛門線自体のその本も持ってるんですけど、それにも載ってるような、もう僕の中で一番今愛してる家具の一つかもしれないですね。ありがとうございます。はい、そしたらじゃあそのお隣またここにサイドテーブルはい、あると思うんですけど、これについてちょっとお話を伺いたいなと思います。はい、これもその千歳烏山のニュースさんで購入したもので、これワインテーブルになりますね。多分60年代ぐらいなのかな。で生産国もちょっとわからないですけど、まあ、ただただこれはサイズ感とか本当にめっちゃ酒飲むんで、毎日ちびちび飲むみたいな、ゲームとか僕よくしてるんで、そういった時にこれを隣に置いてワイン飲んだりとかしてますね。すごいいい大きさです。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続いてこちら正面のラグからちょっとお伺いしたいんですけど、はい、このラグはどちらでネットで買ったんですけど、どのショップだったかなちょっと忘れちゃって、1960年代って言ったかなのベニワレン、モロッコの伝統的なラグなんですけど、なんでこれ買ったかっていうと、そのアルバ・アールトっていうデザイナーの自邸とかに置いてあったのを見て一目惚れして、いつかは欲しいなと思って購入した一つですね。12万円ぐらいだったかな。はい、続いて上のテーブルのちょっとお話をお伺いしたいんですけど、これはどちらで？通販のフライミーっていうところで買ったんですけど、3万円ぐらいだったかな。フレンチオークのものでかなり重いんですよね。でワインとかウイスキーって樽が基本オーク材で作られることが多いので、うちの木材結構オーク材のものをあえて選んだりはしてます。全部が全部ってわけじゃ全然ないんですけど、こっちとかは重みのあるような木材のものを選んで詰めましたね。はい、はい、続いてこちらのダイニングテーブルを紹介していただきたいなと思います。これはどちらで購入されたものでしょうか？これも通販のフライミーさんで、この椅子と合わせたくて、この椅子がメインだったんで似てるデザインだなと思って買って、これ2万5,000円ぐらいでしたから、これはパインウッドなんでそんなに値段はせず買いました。椅子のお話を伺いたいんです。そうですね、これが一番最初に買った椅子の一つで、リザルトチェアっていうもので1970年代のオランダだったかな。なんですけど、これ全然リプロ品でヴィンテージをそろそろ買おうかなと思ってます。最初スクールチェアだったのかな。なんか勉強したりとか作業したりとかするときにすごいちょうどよくて愛用してますかね。ここで普段 YouTube の動画の撮影とかされたりするんですか？そうですね、編集作業もここでやったりするので、じゃあ結構作業の仕事の人とかもいるんですか？かなりですね、やっぱ背筋がシャキッとするというか、この感じがいいですね。はい、はい、その下にはい置いてあるラグ、はいちょっと先ほどと似てるのかなという。そうですね、これもまたベニワレンで千歳烏山のニュースさんで買って、これ本当に掘り出し物で、買った値段が2万とかなんですよ。そうなんですよ。もうインスタグラム見てて、もう二度見して、年代で別にそんな古くはないんですよ。だって状態も悪いように見えないですよ。そうですね、買った当初もかなり良かったんで、相場でもかなりの値段はするのが2万で買えたのは本当ラッキーでしたね。お家のこうインテリアをできるだけ安く一旦集めたい方はあ、ニュースさんあんまり正直教えたくないっすねあそこが良すぎるっていう。人気になるとまあ困るからあれですけど、まあもし近い方がいればね。はいはい、もうぜひぜひ使ってみてください。本当にいいお店なんで。わかりました。そしたらじゃあちょっとそのまま奥の方お話をお伺いしたいなと思うんですけど、はい、こちらのライトはどこで購入されたものでしょうか？これが普通に IKEA で購入したやつで、7000円ぐらいですかね。デザイン的にすごい僕気に入ってるんで、これもこのまま置いていこうかと思います。これも結構照明として明るいんですよ。結構明るいです。あとうちアレクサいるんで、アレクサ電気つけてって言うと電気つけますはい、
まあ、ヴィンテージとか集めてるけどこういう部分はちょっと手間を省いてる感じですか。あ、そうですね、はいはい、アレクサ電気消して。これいつも友達が来たりすると恥ずかしいっすね。なんかこれ見よがしになって。確かに見せたがりみたいな。そう恥ずかしいですね、友達いると。そしたらじゃあそのはいお隣のこちらポスター、はい、こちらが、サイト・ウォンブレっていう、現代アーティストの作品で、まあ、かなり有名な方なんですけど、これもオリジナルのポスターで2011年に亡くなった時の展覧会、その時の、まあ、このカラー的にもかなり色数も少ないんでいいかなと思って飾ってます。確かになんか木目調のアイテムが多い中、はい、際立ちますね。そうですね、もっといろいろ置きたいんですけど、これが一番しっくりきたんでこれだけ置いてます。その下のスツールのお話をお伺いしたいんですけど、これがアルバールト、まあ、さっき言ったこのラグを導入した人、まあ、アルテックのスツール60っていう本当に椅子として多分かなり有名なものですかね。これに関してはもうあんまり語ることもないぐらい完成された椅子だと思ってて、はい、外でこう座ってもいいし、中で物を置いたりもいいし、何でも使えますね。こちらはフラワーベースですね。あ、そうですね、これもアルバールトの作ったこんな感じのフラワーベース。はい、すごいなんかシルエットが特徴的ですね。そうですね、これとかも本当はヴィンテージのが欲しいんですけど、1930年代だったかなのものとかはもう数百万レベルになってます。アートですよね、ここまで来ると。そしたらじゃあこちらの隣のはい、これはただ木の棒が7本あるっていうだけの家具なんですけど、こんな感じで畳めて、まあ、これ普通に商品紹介する時とか動画の撮影とかで使ったりとか、まあ、普通に邪魔だったら全然こうやってどかせるのがすごいいいですよね。これもフライミーで買ったんですけど、意外と3万3000円ぐらいするっていう。これは正直ホームセンターとかで作れたなってのは思ってます。本気出せば確かに本気出せば作れると思います多分。でまあでも気に入ってます、これも。はいはい、そしたらじゃあそのままちょっと奥のキャビネット、はい、ちょっとお話だけお話したんですけど、はい、これはどちらにお話しされたんでしょうか。これも千歳からさんのニュースさんで、はい、定番になってますけど、定番のニュースさん、はい、これも、1950年代のジャパンヴィンテージになります。でもこのデザインが完璧にデンマークのもの、1950年60年代のデンマークとかフィンランドのものってかなり値が張るんですけど、これも本当にノリで買ったキャビネットなんですけど、これ3万円で、相当安いと思いますね。これも3万円で買えたっていうのは、これも気に入ってる家具ですね。はい、はい、続いてこちら、ちょっとユーミンさんのファッションについてというところでちょっとお話をお伺いしたいんですけど、こちらがクロークですかね。そうですね。洋服はおおよそですけど何着ぐらい持ってらっしゃるんですか。商品含めると多分4、500はあるんじゃないですかね。そうですよね。はい。でも私物だけだったら200ぐらいあるんですかね。こだわりみたいなところを最初に少しお伺いしたいんですけど、洋服を着るときに何か大事にしてるポイントみたいな、そういったところ何かありますか。やっぱそのバックグラウンドを気にして着ることが多いですかね。今日とかはフランス軍のもので集めて、これとかは1990年代だけど上野が1930年代のフランス軍みたいな、まあ、海軍と、まあ、これスノーカムなんで陸軍かな、そういうので今っぽく合わせるみたいな、ミリタリーって男チックだけどどうやって今っぽくするのかみたいなのが楽しくて、ファッションを楽しんでると思います。今回紹介していただくものも古着だったり、はい、そういったものが多いんですよね。そうですね、もうほとんどヴィンテージですね。ブランド物は持つことほぼないですかね。まあ、あったとしてもこういう CP カンパニーのものとかでもかなり古いですね。1980年代とかのものとか、あとはストーンアイランドとかぐらいじゃないのかな。まあ、あとバブアーとかだったら好きで、このインターナショナルっていうモデル、バイク乗りのものなんですけど、これが現代のもので、こっちが、1970年代のものみたいな。そしたらユーミンさんが今年なんか購入されたもので良かったもの、そういったものなんか教えていただければなと思うんですけど、何かありますか。死ぬほど服買ってるんですけど、その中で最近見て一番しびれたのがこれですね。はい、つなぎです。あ、つなぎなんですね、これ。はい。これがイギリス軍の1950年代40年代ぐらいかなのもので、用途が不明で、僕も正直初めて見た一着。これ大阪出張中にあっちの古着屋で見つけて、これはやばいと思って即買いした一着ですね。すごいですね。でなんか着るとすごい可愛くてミリタリー感が本当になくて、現代のなんかマルニの前のデザイナーとかああいう感じに見えます。はいはい、すごいゆるっとして可愛いオールインワンですね。
これは普通にもうプライベートで着れるもの。はい、もうこれは私物として、バイク乗る時とかつなぎよく着るんで、あ、確かにそういう時に着たら可愛いかなと思って、僕のバイクもイギリスのバイクなんで国と合わせて着てあげるのもいいのかなと思ってます。はい、あとはなんか今季買ったものとかでありますかね。ありすぎてどれを紹介しようかってぐらいあるんですけど、洋服はどんぐらいのペースでなんか月に何着ずつとか大体決まってるんですか。もう欲しかったら買うって感じなんで、はい、買う時は何十着も買いますし、仕事で忙しい時とかは1着も買わない月も全然ありますね。まあ、撮影中に買うことが多いですかね。やっぱり生活の中でも洋服が一番お金をかけるところですか。そうですね、あとはお酒かな。なるほどね、はい、あとは自分の中で気に入ってる一着といえばこれですかね。これ90年代ぐらいなんですけど、ロイヤルネイビーのイギリス海軍ですね、ベンタイルスモークっていうもので、はい、かっこいいですねこれ。そうですね、これとかはもう今年いろんなブランドがサンプリングしてると思います。ここに、トランシーバーみたいに入れて、紐をこうやって入れて、こっちに入れてこの中に入れるみたいな、はいはいはい、機能性が詰まりまくってる一着。これは自分の中でも一番気に入ってるって言えるような、一番かっこいいなっても一着ですかね。ありがとうございます。はい、はい、続いてこちらのスペースはどんなスペースになるんですか。この一室は完全な在庫部屋で、ちょっとカメラの後ろ側とかこっちがちょっと見せられないぐらい汚いんですけど、ちょっとクローゼットとかで掛けでストックしてるアイテムとかはあります。普段はオンラインでお店は運営されてるっていう感じですか。そうですね。というわけで、じゃあちょっと今お店で取り扱っているもので、ユミさんにおすすめのアイテムをちょっと何点かここで紹介していただけたらなと思うんですけど、どういったアイテムがありますか。結構いつもありがたいことで出すと売れちゃうんで、なかなか今出してるっていうのはなんか今後出す予定なものとしてスペシャルなのがこういうヴィンテージとかね。すごいですね、重厚感。そうですね、1940年代のイギリス軍のモーターサイクルコートになります。これすごいのが、ここにハトメというか金具があって、それを足に巻きつけて着るんですよ。ちょっと着てみよう。こんな感じで着てみて、ここにあるこれとつなげていくんですよ。ああ、なるほど。こんな感じで、こっちもこんな感じになる。はいはいはい。だからバイク乗るときに風でバタバタバタってならないようにするっていう。タイヤに回っちゃったりして。ああ、そうですね、そうです。それもあります。まあ普通でもかっこいいですよね。これがちなみにあともう一着あります。素材感とか質感に若干違う。そうですね、結構個体差あります。はい。あともう一着ちょっと記憶的散策の中で紹介したいなと思ってたのがこちらの一着ですね。フランスの当時国営企業とかに国で支給されていたレザーのジャケットなんですけど、これが通称コルビジェジャケットって言われるものになります。まあ、建築家のル・コルビジェが写真で着てたものになってて、彼がかなり愛用して着ていたもの。彼が着ていたのはここが、ウールのものだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど。これ結構じゃあ建築好きな方は面白いアイテムですよね。そうですね、結構うちのお客さんでも建築やってる方とかいらっしゃってて、もう軒並みみんなこれ流行ってますね、持ってますね。はい。あとはシンプルにかっこいいですよね。これが一番いいなって思う理由です。はい。はい、ということでユーミンさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからは少しお話をお伺いしていきたいんですけど、まずこちらの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですけど、どんなところが決め手になって今住んでらっしゃるんですか。やっぱりその仕事柄在庫をめちゃめちゃ持つ仕事なので 2LDK 以上だなっていうのはまずありましたね。かつやっぱルーフトップバルコニーがあるんですけど、そっちで撮影したりとかもすることがあって、だからそれがちょっと憧れで、ルーフトップバルコニーがちょっと大きいかつ、2LDK、よく言えば 3LDK ぐらいので、かなりそれで予算を抑えてて探してたんですよね。でそれでずっと1年か1年半ぐらい探してて、今の物件を見つけて行くしかないなと思って、物件が出たその日にもうすぐ電話して、もう内見行って決めますっつって。フルリノベだったんで結構初期費用は高かったんですけど、それでもやっぱり一目惚れというか決めましたね。1年半ぐらいずっと我慢というかあれですね、探してたんですね。そうですね、もう買い付け中とかもベルリンいる時にクラブで踊りながらもうスーモで探してたりとかベルリンでスーモ見て、北欧でサウナ前にもちょっとスーモ見たりとかしてました。それこそ今まで住んでたご自宅とかと、広さとかはもちろん違うと思うんですけど、そういったとこと比べてみて今のこの 2SLDK のこの広さの暮らしとかっていうのはどうですか。住み心地だったり使い勝手だったり。かなりゆとりがあって過ごせますね。時間の流れがすごい遅くなるというか、いい意味でゆったりと一日過ごして、仕事する時もバキバキやる時は外でやったりとか、ゆっくりやりたい時は家でやったりとか、そういった使い方できるのはすごい気に入ってますね。そしたらじゃあちょっと続いてのお話に移っ
移りたいんですけど、このお部屋のコンセプトみたいなところちょっとお伺いしたいんですけど、もし言葉でちょっと表現するとしたらどんなお部屋でしょうか？やっぱ北欧っぽいスカンジナビアデザインが基本なんですけど、やっぱ全体的に低めにしてるっていう、かつ仕事もしやすい環境っていう、現代的なスカンジナビアインテリアみたいな、今だと結構日本風なものを取り入れたりするのがトレンドになってきてはいるんですけど、やっぱそのトラディショナルなスカンジナビアなデザインの方が僕はすごい好きっていうか、落ち着くので、住環境としてこっちの方がいいなっていう方を今選んでこんな感じで仕上げてみましたね。それこそニュースさんとかね、お店とかいろいろ出てきたと思うんですけど、普段ユーミンさんが購入されるようなブランドだったり、セレクトショップだったり、そういったお気に入りのお店ブランドみたいなのあったりしますか？新品服をそもそも買わないっていう生活が今続いているので、ヴィンテージとか古着屋にはなるんですけど、高円寺の相方が YouTube の相方のキューティーが働いてるアンコールミイタリアさんは、いつも行ってますし、中目黒だとジャンティークさんとかも前撮影させていただいたりとか、あとは高円寺サファリさんとか、これって決めてるものが正直あんまりなくて、いいなと思ったらもう別にブランドとか年代とか関わらず買うのがいつもですかね。そうじゃあ結構家具も洋服もそういったところは特に意識せずあれなんですか？確かにそうですね。紹介しながらこれめちゃめちゃ気に入ってるんですけど、そういえば IKEA って別に市場価値も高くないし、レアでも全然何でもないけど、やっぱデザインとしてすごい気に入ってるんで、確かに服と同じだなってのは自分も話してて思いましたね。ありがとうございます。最後に、ユーミンさんの方から何かお知らせだったり告知がもしあればしていただければなと思うんですけど、何かありますか？東京都内でポップアップショップ、フラマンティークやってるので、ぜひ都内にお住みの方は来ていただけると嬉しいです。かつ今全国ツアー中、バンドみたいな感じで恥ずかしいんですけど来週とか静岡行ったり、この間大阪行って、またもう一回大阪行くんですけど、北海道、福岡、名古屋とか結構いっぱい行くんで、ぜひぜひタイミング合う方はお会いできれば嬉しいです。普段オンラインで扱ってるような古着がそこのタイミングで見れたりするんですかね？そうですね。これインスタグラムとかで情報とか見れたりするんですかね？そうですね。インスタグラムとか YouTube の方で上げてるので、ぜひそちらをご確認ください。というわけで、気になる方ぜひ YouTube とインスタグラムチェックしていただければなと思います。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはユーミンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。